今日はちくわときのこの醤油漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ちくわときのこの醤油漬けを作っていきたいと思います。今回ね、きのこをたっぷり入れるんですが、そこにですね、プラスちくわを加えてボリューム満点のきのこ漬けにしていきたいと思います。作り方はですね、焼いて漬けるだけなのですごく簡単です。きのこもたっぷりでボリューム満点の仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。しいたけ、しめじ、まいたけ、えのき、ちくわ、玉ねぎ、にんにく、唐辛子、こちらの材料を使って作っていきます。まずきのこに関しましては今回4種類使っていきたいと思います。量で言うと全部で 350g になります。きのこの種類はですね、お好みのものを使用していただいて、あとはグラムで 350g 用意していただければ大丈夫です。そして今回はですね、ちくわも入れていきます。1袋4本のね、ちくわを使っていきますが、5本入りの場合は5本入れていただいても OK です。そして唐辛子ですね、こちらは辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酢、お水、お砂糖、黒胡椒、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。お酢に関しましては今回穀物酢を使っていきますが、米酢でも OK です。米酢を使うとまろやかな味わいに仕上がります。穀物酢を使うとどちらかというとね、すっきりした仕上がりになります。そして今回黒胡椒を入れていくんですが、こちらの黒胡椒はお子様が召し上がる場合は抜いて作っていただいて大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめにですね、玉ねぎを薄くスライスします。このようにスライスしてください。そしてスライスした玉ねぎはお水の中に入れます。これで軽くね、辛み抜きをしていきます。玉ねぎはね、このまま使うまでね、水にさらしておきましょう。続いてちくわを切っていきます。ちくわは斜めに切っていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。はい、このように切ります。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、ちくわの準備はこれで OK です。それでは続いてしいたけを切ります。まずしいたけをね、軸を切り落としてください。そして薄切りにします。こちらもだいたい5ミリ幅ぐらいで切りましょう。ではね、残りも同じように軸を切り落として薄切りにしていきます。軸の部分はですね、先端の乾燥している部分は切り落として、こちらもね、同じように薄切りにして使っていきます。はい、しいたけはこれで OK です。それでは続いてしめじですね。こちらはまずね、根元部分を切り落としてください。あとはね、手でほぐしましょう。適当にほぐしてください。はい、しめじはこれで OK です。それでは続いてまいたけです。まいたけはね、適当に手でほぐしてください。はい、まいたけはこれで OK です。続いてえのきですね。こちらは石突きの部分から切り落としてください。あとはね、同じように手でほぐしていきます。このようにほぐします。石突きの部分もね、この土がついてない部分は食べれるので、ここから切り落として、あとはね、こちらは手でほぐします。適当にね、ほぐしてください。えのきはこれで OK です。それでは続いてね、にんにくを切っていきます。にんにくは薄くスライスしてください。はい、でスライスしたらですね、この真ん中にある芽を取り除いてください。爪楊枝などを使っていただくと簡単に取り除くことができます。このニンニクの芽の部分はえぐみの原因になるので、必ずね、取り除いてください。はい、ニンニクはこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はね、キッチンバサミでまず半分に切ってください。そして種を取り除きます。種を取り除いたら、あとはね、輪切りにしていきましょう。
すでにね輪切りになってるのもね売ってたりするので、そちらを使っていただいても大丈夫です。唐辛子はこれで OK です。こちらね一番初めに切った玉ねぎですね。こちらきのこを焼いた後に使っていくので、このタイミングでね水を切っておいてください。はい、でこのように水を切ったらペーパーなどでね水分を拭き取っておきましょう。玉ねぎはこれで OK です。それではね今からきのことちくわを焼いていきます。きのこをねしっかり焼いていただくことで香ばしさと、あとは旨味がアップして美味しい仕上がりになります。ではまずここにごま油を入れてください。そして火にかけます。火加減は中火です。一度ねごま油をフライパン全体に回してください。全体に油が回ったらここにきのこ4種類すべて入れてください。もう適当にパパパッと入れちゃって大丈夫です。はい、で全部入れたらですね一度全体にごま油を絡めてください。はい、で大体ね油が回ったらフライパン全体にきのこを広げます。そしてこのままですねちょっと強めの中火で焼いていきます。焼き色をつけるイメージで焼いてください。ゴムベラの炉を使って軽くね押さえつけていただくとよりね焼き色がつきやすくなります。はい、こんな感じで焼いていきましょう。はい、今1分30秒ほど焼きました。このようにきのこが少ししんなりしてきて焼き色がついたら裏返します。一度ねよく混ぜましょう。だんだんねきのこからも水分が出てきます。だいたい混ざったら続いてここにニンニクとあとはちくわを入れます。そしてもう一度よく混ぜてください。このようによく混ぜたらもう一度ねフライパン全体に広げてください。そしてこのままだいたい1分ぐらい焼いてください。火加減はねそのまま強めの中火で OK です。はい、1分ぐらいしたら火を止めます。火を止めたらですねここに玉ねぎを加えてください。玉ねぎはですね余熱で軽く火入れしていきます。だいたいね30秒くらいですね混ぜていただければ大丈夫です。こんな感じです。そしたら保存容器の中に全て入れてください。はい、そして全体に広げます。そうしましたらこのままですねこのフライパンでつけだれをね作っちゃいたいと思います。この中にまずお水、そしてみりん、あとはお砂糖を加えてください。これで火にかけましょう。火加減は中火です。ちょっと混ぜながらねこのまま一度沸騰させてください。はい、でこのように全体が沸騰したらここにお酢とあとはお醤油を加えてください。そしてこちらを沸騰直前まで加熱します。お酢はね沸騰させると酸味が飛びすぎてしまいます。お醤油は風味が変わってしまいますので沸騰させないようにね注意してください。沸騰直前まで温めたら火を止めてください。そしたらですねここに唐辛子とあとは黒胡椒を入れます。そして混ぜましょう。はい、つけだれはこれで OK です。ちょっと味見をして味が濃いなと思ったら沸騰させた熱湯を加えて味を薄めてください。それでは先ほどの容器の中にこの出来たてのね熱々の状態のつけだれを回しかけます。そして一度ね全体にしっかり浸してください。この中でね一度軽く混ぜていただくと全体がね均一にいくと思います。はい、 OK です。そしたらですね表面にラップをピタッと貼り付けます。そしてこのまま粗熱を取って冷めれば完成です。冷たくしたい場合はその後冷蔵庫で軽く冷やして召し上がっていただいても OK です。それではこのまま粗熱を取って冷ましたいと思います。はい、粗熱が取れて冷めました。ラップを外します。はい、このようにねしっかり使って美味しそうに仕上がりました。はい、これでちくわときのこの醤油漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。いい感じの漬け具合になったら漬け汁は切って保存してください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。きのこの旨味がたっぷりです。すごく美味しいです。そしてこのね黒胡椒がすごくね味のアクセントになってます。はい、
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のちくわときのこの醤油漬けのポイントです。まずきのこの種類なんですが、今回は椎茸、しめじ、舞茸、えのき、この4種類を使ってます。こちらの種類はお好みのものを使っていただいて OK です。トータルで 350g ぐらいになるように作ってください。そしてちくわに関しましても1パックね4本入りとか、あとは5本入りがあると思いますので、今回はね4本使ってるんですけれども、5本入りの場合は5本全部入れていただいても OK です。そして具材の準備が終わったらですね、まずはじめにきのこを焼いてください。しっかりねきのこに焼き色をつけていただくことで、香ばしさとあとは旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。その後ですね、にんにくとちくわを入れて全体に広げて、また焼き色をつけてください。そしてその後はですね、火を止めてから水を切った玉ねぎを加えてください。玉ねぎに関しましては余熱で火を通すぐらいが食感が残ってちょうどいい仕上がりになります。そしてその後そのままフライパンを使ってつけだれを作って、つけだれが熱々のうちにきのこにかけてください。そうすることで味が馴染みやすくなります。あとはですね、粗熱を取って冷まして召し上がっていただけたらと思います。こちらの保存方法に関しましては、ちょうどいい味付けになったらつけ汁を切って保存するようにしてください。だいたいね 2,3 日ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。この時に余ったつけ汁はですね、野菜炒めとかね、何か他のものに使えますので、もう一度使用する時は必ず加熱して使用するようにしてください。そして今回はですね、黒胡椒と唐辛子を加えてます。こちらの2つはお子様が召し上がる場合、または辛いのが苦手な場合は抜いていただいても OK です。黒胡椒を入れていただくと味のアクセントになるので、辛いのが苦手じゃない場合はぜひ入れて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちくわときのこの醤油漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。